ほら、うわー、すごい満月、すごい綺麗。こういうのが一宮町も最高なんです。ボーイズ&ホイールズ TV、 今回はガールズ&ホイールズ TV です。案内は私、自動車ジャーナリストとして活動する早瀬伊代奈がお送りします。さあ、今日のゲストはこちらの方です。お名前は？まいまいと申します。ご出身は？千葉県の市川市です。お住まいは？千葉県の一宮町です。職業教えてください。職業はサーフィンアンバサダーとして YouTube とかインスタとかいろんな SNS で発信をしつつ飲食店も経営してます。今回は2台持ちで前編後編でお届けしたいと思います。では1台目の車種なんですか？鈴木ジムニーです。年式は2019年です。では前編ジムニーからスタートしましょう。購入したいきさつを教えてください。都内に今まで住んでたんですけど、この一宮町に移住するタイミングでなんか車ないと生活できないなっていうので車を買おうと思いました。それもなんか街中走っててゲレンデのちっちゃい角張った可愛い車は何だと友達に聞いたら、あれは多分ジムニーって言われて、もうカクカクした感じが可愛いしかっこいいし、ジムニーしか考えられなくてジムニーにしました。すぐ見つかりました？いや、これがなかなか見つからなくて、どこ探しても全部売り切れてて、で唯一静岡県の浜松の方に、ジムニーが試乗できます、ありますっていうことで連絡いただいて、静岡まで行って試乗して、そこで一番いいグレードのジムニーを手に入れました。そうなんですね。気に入っているところを教えてください。軽なのですごい維持費が安いし、燃費もいいし、小回りがすごい効くから、女子一人でもめっちゃ運転しやすいです。逆にちょっとここはってとこありました？移住してからサーフィン中心の生活を送ってるんですけど、サーフボードが思った以上にあんまり乗らなくて、で買った当初ちょっと長めの板を車の中に積んで、行きは大丈夫だったんですけど、帰りいい波乗りってテンション上がって後ろシュパーンって閉めたらフロントガラスがガシャーンって割れちゃって、それも12月29とかすごい年末だから、フロントガラスが割れた状態で年越しを迎えるっていう、1月の4日5日ぐらいに修理出して、そこから直してもらってっていう感じのことをやらかしちゃいました。ではそんなジムに乗ってみましょう。イエーイ。今からジムニーしか通れないトンネルを通ります。今から通りますよ。行きます。通ります。ここマジで細いから、もうこれはジムニーじゃないと無理かも。本当だ。大丈夫。多分こんな。うわ。スレスレ。スレスレ。やばくないですか？すごい。うわ、ほんと狭いとこスイスイ。もうこの辺もう土地網羅してる感じですか？網羅してます。すごいね。路地まで。そう、路地まで網羅。さすがジムニーに乗ってると違いますね。裏道。すごい。多分超運転しやすいと思います。よかったらちょっと運転させてもらえません？さあ、してください。ぜひしてほしい。ありがとうございます。さて乗ってみました。お、すごい加速がいいですよこれ。力強い。やっぱ山道に特化した車だから、加速がいいですね。結構いい感じですよね。マニュアルじゃないとこういうのってあんまり良くないのかなとか思ったんですけど、 AT でも全然問題ないです。全然ターボもついてるから、街中でこうやって置いてかれるようなこともなくて、スイスイ
長距離やっぱり運転して疲れやすいんじゃないかと思ったけど、この乗り心地ならやっぱ行けちゃいますね、御前崎までね。そう、全然行けちゃうし、なんかジムニーも一番ランク上のやつにこだわって、シートヒーターとかもついてるから、冬も超快適だし、オートクルーズもついてるし、なんか軽っぽくないグレードみたいな。そうですよね。めっちゃいいなと思って。海入って戻ってきて、冬ももうガチ勢だから入るっておっしゃってたんじゃないですか。だからシートヒーターついてるとすごいいいですね。もう最高なんですよ、ね、そう本当にウェットスーツが凍るぐらい冬って寒いんですよ。でもう息も白くってでもかじかんでハンドル持つのもハンドル冷たみたいな、そんな感じの中にもうシートヒーターでもう背中とお尻あったかくなると最高ジムニーってなります。本当 K の装いじゃないですよこれ。豪華です豪華。めっちゃ楽しい。これで砂浜走ったら確かにドヤ顔できますね。そうめっちゃ最高。スタックしてるやんって。そうそうそう。サーフィンを始めたって言ってたじゃないですか、はい、なんでサーフィンなんですか？お父さんがサーファーですごいちっちゃい頃によくこの一宮町とかこの辺りにサーフィンで連れてきてもらってて、移住してからよく昔連れてったの覚えてるって言われて、私そこに住んだんだってなんか巡り合わせ的な感じなんですけど、本当にちっちゃい頃にその時はショートボードじゃなくてボディーボードとかでもう本当浅瀬で遊ぶ程度のなんかサーフィンを楽しんでたんですけど、そこからやっぱサーファーにちょっとこう馴染みもあるし憧れもあるし、サーファー女子めっちゃかっこいいみたいな、なんかそういう雑誌とかでも、いわゆるファインとかっていう雑誌でサーファー女子になりたいってなんかすごいこう思ってて、なんかサーフィンを楽しむっていうよりもそのサーフィン中心のライフスタイルを送るのに憧れて、じゃあもう今それが実現してるってことですね。もう本当にめちゃくちゃサーフィン中心の生活になりましたね。本当ですよね。これいいくないですか？これそうサーフボードで、このサーフボードの中に住んでも全然2人とかで余裕なぐらい、背が高い車だから全然大丈夫ですね。頭快適なんで、そうなんです。そんななんかバリバリ働いてたら、いきなりパッとキャリアを捨てて移住するってなんか不安とかありませんでした？なんか不安より楽しみの方がすごくあって、留学行こうとしてたんですよ本当は。そう最初はオーストラリアのゴールドコーストに行きたくって、それもすごい単純な理由なんですけど、やっぱりそのサーフィンがすごい盛んで、結構私が憧れるサーファーの人たちはみんな留学しててゴールドコーストに住んだことあるよっていう人が多くって、でその時にサーフィン中心のサーファーガールになりたいと思ってたんで、もう思いっきり留学して海外に住んで、そしたらサーファーガールになれるんじゃないかと思って、でもう留学するっていうのを決めたんですよ、そのタイミングで。それいつぐらいですか？それはいつぐらいだろうな、2018年19年とか、もうそれぐらいに留学行きたいってなって、もう辞表も出しました。退職。そう退職届出して、で留学するっていうのを決めてたんですけど、そのタイミングでコロナになっちゃって、2019年の最後の方でしたもんね。そうなんですよ。留学行けなくなって、でじゃあどうするってなった時にオリンピック、この一宮町でやりますっていうのが決まって、一宮町に移住しようって決めて。オリンピックがやるからって言ってここに決めたんですね。そうですそうです。月月すっごい綺麗ですよ。ほらほらほら、ほら、本当？登りますよ。そこカーブの前、ほら、うわーすごい、満月かな、今日の色、すごい綺麗。こういうのが一宮町に最高なんです。景色良いね。そう東京住んでる時は、なんかあんまり目に入らなかったような、こういう景色とか、あと星空とか、全部が本当最高で、
うわこの生活羨ましい最高よかったらぜぜひぜひ。街乗りすごい良かったですね。やっぱり軽快ですごい小回りも利くし運転しやすかったです。そして移住前のお話もすごく面白かったです。2台目に登場する車はひシボレーのシェビーバンです。ではシェビーバンと移住してからの話は後編でお聞きしたいと思います。